やっほー、皆さんこんにちは、くみです。今回の動画も見に来てくれてありがとうございます。今回は私のポッドキャストエピソード34撮っていきたいと思います。今日の日付は3月の26日です。3月26日の木曜日にこのポッドキャストを撮っています。みんな今週どうだった？はい、ポッドキャスト撮るのめっちゃ久しぶりになっちゃって、そう、みんな多分 YouTube で気づいてくれたと思うんですけど、私実は鳥取県のね、実家に帰っていました。誕生日があって、2月の末が私の誕生日だったんですけど、それでね、私の誕生日は鳥取県の実家で過ごしていて、で、その後、2週間くらい多分鳥取にいて、で、3月の10日くらいかなに、大阪に帰ってきたんですけど、帰ってきてからすぐ、ずーっと言ってた親知らずの抜歯をしてきました。はい。で、顔がめっちゃぷくーんって腫れちゃって、もう動画なんて撮る余裕がなかったというか、もう動画も撮れないぐらいに大変だったんです。はい。でも無事に親知らずの抜歯も終わって、今まだちょっと、縫ってあるのでね、ちょっとね、口の中が違和感があるというか、気持ち悪いんですけど。はい。で、ちょっと痛みもまだ残ってるかなっていう感じなんですけど、痛み止めを毎日飲みながら、はい、頑張って耐えてます。はい。皆さんはどんな1週間、2週間過ごしてたでしょうか？はい。もう親知らずの抜歯さ、私、本当に怖がりで、麻酔をね、静脈麻酔というか全身麻酔みたいな、もう寝てる状態で抜いてもらう手術にしたので、意識がなかったんですね。はい。なのでもう本当に寝て起きたら終わってるみたいな感じだったんですけど、そう、だから痛いとか怖いとか、そういう恐怖心みたいなのはなかったので、本当に良かったなって思うんですけど、終わってからね、はい、もう本当に口の中が、痛いし、食べにくいし、口開けられないし、ちょっと今もまだ口開かないんですけど、でも、なんとなく、もうね、見た目ではわかんないぐらいに収まってきましたし、全然食べ物もちょっと噛みやすそうなものばっかり選んで食べてるんですけど、基本的にはもうだいぶ治ってきたかなっていう感じです。はい。みんながね、結構たくさん親知らずの抜歯頑張ってねって、一瞬で終わるからねとか、今頑張ったらもう考えなくていいからみたいな感じですっごい優しく励ましてくれたので頑張れました。ありがとうございました。はい。前回の動画ではですね、私、JLPT の N1 のね、問題を解いてる動画を出したりとか、お母さんと映画見に行ってる Vlog を出したりとか、あとお母さんとドライブトークの動画を出したりしてみたんですけど、N1 の動画では、みんなが69問中65問正解なんてさすが日本語の先生だってすっごいみんな優しくってバッシング来るかなって思ったんですけど、そんなことなくて、本当に優しいコメントをみんながくださいました。ありがとうございます。はい。でも、あの時ちょっとうまくまとめられなかったんですけど、本当に JLPT の N1 を合格されてる方、N1 だけじゃなくてね、どのレベルもですけど、やっぱり新しい自分の言語じゃない、全く知らない言語を一から勉強して、そういう試験をまず受けようって思うこともすごい素晴らしいことだなって思うし、なおさら合格してる方、何かしらのね、レベルを受けて合格してる方は、本当に自分の努力と今まで頑張ったね、自分自身に拍手をしてあげてほしいなって思いますね。特に N1 はもう本当にネイティブの私たちでも間違えるぐらいとても難しい試験なので、合格してる皆さん、本当に素晴らしいと思います。おめでとうございます。そうですね。あとは私のインタビューの動画についてもですね、たくさんの方が私のお母さんはすごい優しいねっていうコメントをくださいました。ありがとうございます。母も喜んでると思います。またお母さんとこういう風にインタビュー動画とかもね、撮れたら面白いかもしれませんね。お母さんとか私の友達とかと話してる時の私って本当に一人で話す時よりもよりリアルな私でいられてると思うので、こういうインタビューの動画もね、もっとどんどん撮れていけたらいいなって思いました。はい。いつもコメントをくださる皆さん、本当にありがとうございます。ちょっとね、勘違いされてしまいそうだなって思ったことがあって、
一つだけ訂正したいというか、ちゃんと詳しくお話ししたいんですが、私お母さんとのインタビュー動画の中で、昔からずっと海外に興味があって、海外に行きたかったとか、外国人と結婚するとか、ハーフの子供を産むって言ってたみたいな、そういう話があったと思うんですけど、なんかそういうのを聞くと、私って外国人しか興味がないというか、外国人だったら誰でもよかったのかなとか、そういう風に聞こえてしまうかなって思ったんですけど、もう本当にそういうわけではなくって、今までずっと付き合ってた人も日本人だったし、なんだかんだね。今回、私が婚約した人は、日本人じゃなくてアメリカ人だったけど、それは、アメリカ人が良かったから婚約したとか、外国人だったからその人が、だから婚約したとか、そういうわけじゃなくて、もちろん。なんか外人ハンターとか言われたらちょっと悲しいので、外人ハンターとか言わないでください。はい。私は違います。そういうわけじゃないですよ。なんかね、外人ハンターってコメント来たんですけど、外人ハンターって知ってますか？どういう人か。はい。外人ハンターっていうのは本当にもう外国人だったら誰でもいいみたいな感じのことを思ってる人のことで、そういう人は、デートアプリとかにね、登録して、もう外国人だったら誰でもいいからデートに行くみたいな、そういうことをしてる人を外人ハンターって言うんですね。例えばビザ目的で結婚したりとかね、そういう感じです。で、私はそういう目的でやってたわけじゃなくて、本当に外国の人と結婚できたらいいなって思ってたのも、なんでかっていうと、私がすごい海外に興味があったっていうのと、外国人の文化的に日本人に比べてやっぱりロマンチックで、本当に思いやりがあって優しくって愛に溢れてるなっていうのをドラマとかでずっと見てたから、私は日本人よりも外国人の人と恋愛がしてみたいっていう憧れがあっただけで、だから絶対に外国人だったら誰とでも付き合うとか、外国人だから結婚したいとか、そういうわけではないですね。たまたま出会って好きになっていい交際になって、で機会があって婚約した人がアメリカ人だったっていうだけです。はいなので誤解しないでくださいね。はい。皆さん優しいので分かってると思うんですけど。はい。でそんなことは置いといて、今回も本題に早速入っていきたいと思います。今回はちょっとね、ハラスメント、何々ハラっていうのについてお話ししていこうかなと思っていて、例えばなんですけど、みんなセクハラっていう言葉とかね、聞いたことがありますか？何々ハラのハラっていう部分は、英語のハラスメントっていう単語から来てるんですけど、ハラスメントがなんだっていうと、ハラスメントっていうのは、その言動を通して、言葉とか行動を通して、相手のことを不快な気持ちにさせることですね。嫌な気持ちにさせることをハラスメントって言うんですけど、日本では最近、セクハラとかはね、昔から結構よく言われてたけど、セクハラだけじゃなくて、セクハラっていうのはちなみにセクシャルハラスメントっていう言葉の略ですね。セクハラっていうのだけじゃなくて、今はもう、モラハラ、スメハラ、アルハラ、ゼクハラ、パワハラみたいな感じ、カスハラとか、いっぱいあるんですね。何々ハラっていう単語が。で、これね、私の生徒さんとそのレッスンの時に話してて、面白いかなと思って、ちょっと今回はこのテーマについて取り上げてみようと思いました。はい。皆さんは、この何々ハラ聞いたことがあるんでしょうか？セクハラが一番よく聞く単語なのかなとは思うんですけど、ちょっと今回は一つずつ、どんな意味で使われてるのかっていうのを深掘りしていけたらいいんじゃないかなと思います。まず一番最初にじゃあセクハラからいこうか。セクハラは、私が何々ハラっていう単語を一番最初に聞いたのは、多分セクハラが一番最初だったんじゃないかなって思うんですけど、セクハラっていうのは、さっきも言ったけど、セクシャルハラスメントっていう単語の略ですね。省略です。で、性的な発言とか、外見について何かを言ったりとかするコメントで、人のことを嫌にさせることをセクハラっていう風に言います。例えばセクハラっていうのは、会社でね、50代ぐらいのおじさんの上司が若い20代の女性社員に対して、今日いつもと違うねって言ったりとか、今日いつもよりもスカート短くないって外見についてのコメントを言ったりだとか、
あとはなんか彼氏いるのって質問したりだとか、結婚とかしてないのっていうコメントをしたりだとか、そういうふうに、性とか外見とか、そういうのに関する質問をして、相手のことを不快にさせることをセクハラって言いますね。結構もう最近は、このセクハラっていう、何でもかんでもセクハラって言われちゃうから、多分男性やりにくいんじゃないかなってすごい私は女性としてすごいかわいそうだなって思うんですけど、もうそれぐらい何でもかんでもセクハラって言われちゃうから、どんなコメントしても男性はやりにくいんじゃないかなって思うな。逆に女性の上司が男性の若い社員とかに対して性的なコメントをするとか外見のコメントをするっていうのももちろんセクハラになるんですけど、やっぱりどっちかというと女性が男性に対して言うっていうことよりも男性が若い女性に対してそういう性的なコメントとか外見についてのコメントをしてしまうとすぐにセクハラだって言われちゃうかなと思います。はい。これはもう仕方ない仕方ないとか言っちゃいけないけど、ちょっとね、男性の方はだから結構気をつけてるんじゃないかなって思います。そうね。ちょっと気持ち悪いなって確かに思うよね。だって会社の上司で別にプライベートの話とかも普段全然しない人に急になんか彼氏いるのとか言われたら、なんであんたにそんなこと言わないといけないのってなるじゃん。若い女性社員も。だから嫌なんだと思う。だから何でもかんでも、うわ、あの人にセクハラされたみたいな感じでなるのかなと思います。はい。で、これが一つ目のセクハラですね。二つ目によく最近聞くなって思うのは、パワハラかな？パワハラっていうのはパワーハラスメントっていう言葉から来ていて、その名前の通りなんですけど、パワーなんで、上の立場の上の上司の人、権力がある人が、その権力をもう振りかざして部下とかに対して、攻撃的な言葉を言ったりすることをパワハラって言うんですね。パワハラもよく使われるシチュエーションで言うと、やっぱり会社の中かなって思います。会社の上司が部下に対して、こんな簡単なこともできないのって言ったりだとか、今日中にこれ終わらせてよね、絶対。っていう風になんか強制させたりとかかな。無理でも絶対にやってくださいっていう風にね。なんか無理やりさせたりしないといけない状況を作り出すような発言とかをすることかな。あとはみんな残業してるのであなたも当たり前に残業してくださいねっていう風にちょっともう上司の権力を使ってそういう風に部下に対して強い言葉でね言ったり無理やり何かをさせたりすることをパワハラっていう風に言います。パワーハラスメントです。パワハラはやっぱり職場で使われる言葉かなと思います。例えばなんか親が子供に対して立場的には親が上で子供が下でだと思うけど、その親が何か子供に対して強く言ったりすることをパワハラっていう風には言わないかな、聞いたことがないかなと思うので、やっぱり会社関係で上司と部下の関係において起こる言葉かなと思います。はい、パワハラね。日本の会社の文化、皆さん結構知ってると思うんですけど、やっぱり上下関係が厳しいとか、上司が帰るまで残業をしないといけないとかね、上司が帰るまで部下は帰っちゃいけないとか、いろいろそういうダークな噂を聞いたことがある人もいるかもしれないんですけど、はい。そういうのに関係してるかなと思うけど、パワハラっていう言葉もあります。最近ではニュースとかでもね、見たりしますよね。そういう風に上司にパワハラをされて、最悪の場合はもう仕事退職せざるを得ない状況になっちゃったりとか、鬱になっちゃったりとかね。そういう悲しい問題とかも実はやっぱり起こってるんですよね、日本では。はい。どうでしょうね。海外ではパワハラとかどうですか？皆さん感じますか？間違ったような権力の使い方をする上司みたいなのはどこの国にもいるかなとは思うんですけど、でもなんか日本と海外の文化の違いでいくと、やっぱり日本って上司が絶対で部下はやっぱり上司に言われたことに従わないといけないみたいな風潮は時代が変わってきたとはいえどもやっぱりまだ残ってるじゃないですか。けど海外の文化って結構多分トップダウンというよりかはボトムアップっていう感じで、若い人たちも自分の意見を言えたりとか、そういう自分の意見を持ってる方が評価されたりとか、
すると思うんですけど、日本ではやっぱりね、こういうパワハラっていうのはまだ起こっちゃうんじゃないかなと思います。日本の闇ですね。はい。次はよく聞くのモラハラですね。モラハラっていうのはモラルハラスメントっていう言葉から来てるんですけど、言動とか態度で相手を精神的に苦しめることをモラハラって言うんですけど、よく使うシチュエーションで言うと、なんか彼氏がモラハラ彼氏みたいな、モラハラ男みたいな感じで結構使ったりするかな。モラオみたいな。モラハラの男で、モラオって呼んだりされたりするかも。あいつマジモラオみたいな。モラハラ男っていうことね。で、どういうことかっていうと、例えば彼氏が、彼女に対して、何でもかんでも彼氏が上の立場で、女の子に対してそういう風に精神的になんか傷つけるようなことをバカにするような発言をしたりとかして、苦しめるみたいな人いるじゃないですか、たまに。で、そういうのをもらおうって言うんですけど、モラハラ男ですね。男女の恋愛関係においてよく使われる言葉なんじゃないかなって思います。バカにしてるって感じだね。相手を小バカにしてるみたいなことだよね、言ったら。例えばね、私が今日学校でプレゼンテーションがあったんだけど、失敗しちゃったんだ、恥ずかしくって、みたいな感じで言ったとするじゃん。なんか失敗したみたいな話をするとするじゃん。そしたらそのモラハラの彼氏が、お前そんなこともできないのってバカにするような発言をしたりだとか、なんか、あなたなりに頑張ったんじゃないっていう感じでちょっとバカにする感じわかるこれ。こういうのをモラハラって言うんですよね。そういう言葉でめっちゃ、自分って全然できてないんだなとか、自分ってダメなんだな、みたいな、ダメな人間なんだなって思わせちゃうような発言をすることをモラハラって言うんです。私は絶対モラハラ男とは付き合えないですね。でもこういう男性って口がうまいから、なんかいい時はめっちゃいいんだよ、多分。だけど、こういう風にたまにね、ズケズケ私のことバカにしてきて自己肯定感を下げるような何か発言をしてくるみたいなモラハラ男に沼っちゃう女の子がいるんですよ。ねえ、なんでって思うんだけど、私は絶対嫌なんですけど、こういう人と付き合うのは。そんなことは置いといて。はい。モラハラって言います。次によく聞くのは、セクハラ、パワハラ、モラハラ言ったよね。最近聞き始めたなーっていうので言うと、アルハラとかも聞きます。アルハラっていうのはアルコールハラスメントっていう言葉から来ていて、日本ってみんなちょっと知ってる人も多いと思うんですけど、飲み会の文化とか結構あって、会社の仕事終わりに上司とかと一緒に飲み会しに行くみたいなね、あるじゃん。で、アルハラっていうのは、上司とかが部下にアルコール飲めよって飲ませることですね、無理やり。で、飲みたくないのに無理やり飲まされる。そういうのをアルハラって言います。はい。これは会社だけじゃなくて、例えば、大学のサークルとかで、先輩が後輩に、お前飲めよ、みたいな。おい、先輩が言ってるんだからお前絶対飲めよ、みたいな感じで言ったりすることをアルハラって言うんですね。怖いよね。はい。だから本当に、これに関してはもう命に関わることでもあるし、全部だけど、全部ね、なんか思い詰めちゃって、最悪の場合、命に関わることはあると思うけど、アルコールハラスメントは本当にアルコール中毒の人とかもいるじゃんか。もう本当に病的なぐらいアルコールが飲めない、体が受け付けないっていう人とかもいるじゃんか。なのにそういう風に無理やり飲ませるみたいなアルハラをするっていうのは本当に怖いことだなって思いますね。はい。最近聞くのがこのアルハラとか、あと最近聞くのはカスハラっていう言葉があります。カスハラっていうのはカスタマーハラスメントっていう言葉から来ているんですが、みんな聞いたことがあるかわかんないんですけど、日本ではこういうね、言葉があって、お客様は神様だっていう言葉があるんですね。はい。どういうことかというと、店員とお客様の立場を比べたときに、お客様の方が絶対に上なんですよ、日本って。なので、敬語とか勉強してるとわかると思うんですけど、店員さんって絶対にお客様に対して敬語で話しますよね。だから、自分を低くしてお客様を立てるような敬語を使って、そういう風に絶対に話さないといけないし、もし敬語を使わなかったらお前舐めてんのってなっちゃうんですよ、日本だったら。
こういう文化からもわかるように、日本ではやっぱりお客様が上なので、カスタマーハラスメントっていう言葉ができた背景としては、こういうのがあるんですけど、カスハラっていうのはだから、お客様が上っていうのをいいことに、お客様側が店員さんを見下して、すごい強く当たることなんですね。で、例えば、ちょっとした店員さんのミスで、お前何やってんだって言って、責任者呼んでこいって言ったりとか、こんなのじゃお金なんて払えないよってお客さんが言ったりとか、SNS に書き込むぞみたいな感じで言ったりとかね。お客様は神様だぞって。そういう立ち位置で、店員のことをバカにして見下して、何か暴言を吐いたりとかね、することをカスハラって言います。そうだな、私昔スターバックスで働いてたことがあって、その時はカスハラみたいなのは受けませんでしたね。お客様も、やっぱり来てくれるお客様も本当にいい人たちでばっかりだったので、そんな怖い、カスハラしてくるようなお客さんはいなかったんですけど、結構居酒屋とかでは多いんじゃないかな。多分居酒屋ってお酒もみんな飲んでるし、酔っ払ってる人も多いから、こういうカスハラとかも起こりやすいんじゃないかなって思います。やっぱね、これは日本の文化から来てるよね。お客様は神様っていうね、文化で育ってきてるからみんな。だから何言ってもいいって思ってるの、店員さんに対して。だから、そういう店員に対して大きい態度をとって見下すような暴言を吐いたりとかする人っていますよね。私本当にそういう人が大嫌い。はい。やっぱ人に対して、人によって態度を変える人って嫌だよね。なんでそんなことしちゃうんだろうね。本当に。って思います。はい。次、最近ちょっと聞くハラスメント系で言うと、スメハラっていうのがあります。スメハラっていうのは、スメルハラスメントから来ていて、例えば、みんな日本の満員電車とか知ってると思うけど、夏とかね、もう満員電車に乗ると、もう超最悪じゃないですか。何があっても人もぎゅうぎゅうでいっぱいだし、超臭いんですよ。で、そういう臭い匂いで、私が嫌な気持ちになったりとか、気分を害したらもうスメハラだって言うんですね。なので、日本の夏の満員電車とか乗るとみんなスメハラを経験できるかもしれません。はい。その満員電車だけじゃなくて、例えば、香水とかもちょっときつすぎる香水をつけたりね、してる人がいたりして、その香水が本当に気持ち悪くって、やばい。不快ってなったら、それはスメハラっていうことができるし、本当に何でも匂いでちょっと気分を害するっていうのをスメハラって呼んだりします。はい。そんな感じかな。本当に、いっぱいいっぱいありすぎて、この何々ハラっていう言葉はもう次々出てきてるんですね。もうちょっと何かあったら、嫌なことがあったら、ネタとして、もうそれ何々腹やんみたいな感じで何でも腹をつけて面白おかしく言う若者とかもいるので、もう本当にいろんな意味の何々腹っていうのが出てきています。はい。皆さんは一つでも知っている単語がありましたか？今日ね、私が言ったセクハラ、パワハラ、モラハラ、アルハラ、スメハラ？はい。こんな感じでちょっと何個か言ったんですけど、そういう何々腹っていう言葉をね、知ってる人はいたでしょうか？今となってはいろんなハラスメントの言葉があるので、はい。ちょっとネタみたいな感じになってきちゃってるんですけど、日本にもし皆さんが来たら、いろいろそういう何々腹っていう言葉を聞くことがあるかもしれないので、今日はね、ちょっとこのテーマについてお話ししてみましたが、どうだったでしょうか？はい。私は普段人に何かされて嫌な思いをするっていうのがあんまりないというか、だからあんまりこの言葉を使ったことがないんですけど、私会社で働いてるわけでもないし、今ね。だから、会社でセクハラをされるとか、モラハラ、パワハラをされるとか、そういうのもないですし、私のフィアンセもモラハラとは本当に180度違うような人だから、モラハラっていう言葉を使うこともないし、電車に乗ることもないので、スメハラを受けることもないし、
飲み会に行くって言っても友達となんて、友達がね、私に無理やりアルコール飲ませてくるとかそういうこともないですし、アルハラをされるわけでもないので、あんまりこの何々ハラを使うことはないんですけど、結構やっぱ会社で働いてる女性とか、特に会社で働いている若者とか新入社員とかはね、こういうパワハラとか、そういうのに耐えながら日々戦っている社会の中で人たちは多いんじゃないかなと思います。まあ今回の動画はこんな感じで終わろうと思います。はい、今回も最後まで見てくれた皆さん本当にありがとうございます。今回の動画もいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントを残してくれると嬉しいです。皆さんの国ではこういう風な〇〇腹みたいな何々腹っていう言葉はありますか？まあ、あったとしてどんな言葉があるかっていうのも気になりますし、日本のこの何々腹っていう言葉を聞いてどう思ったか、みんなコメントで教えてくれると嬉しいです。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。